皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity 2022 LTS です。Unity 2022 LTS が6月1日にリリースされました。LTS とはロングタイムサポートの略で、1年に一度リリースされる長期サポートバージョンです。Unity のバージョンを固定して開発を行いたい場合に便利なバージョンです。この動画ではその Unity 2022 LTS の注目ポイントに触れていきたいと思います。とは言っても 2022 LTS は 2022.3 というバージョン番号からもわかるように、基本的には 2022.2 の更新版となっています。Unity 2022のテックストリームを使っていた方にしてみれば、あれがほぼそのまま LTS になったという理解で OK です。さて、何といっても注目なのは Entity Component System ECS が正式リリースされたことです。ECS は DOTS という通称で覚えている方も多いかもしれませんね。ハイパフォーマンスなゲーム開発のためのフレームワークです。長らく開発していた ECS ですが、バージョン 1.0 がこの 2022LTS の上で動きます。ECS を試してみたいという場合には、この LTS が推奨バージョンになります。ECS については、この動画の中ではとても話しきれないので、また別の機会に取り上げたいと思います。次に目を引く更新としては、グラフィックス関連の新機能が挙げられます。これらの機能については、このチャンネルでもいろいろ取り上げてきました。例えば、マテリアルのオーサリングに関する新機能、マテリアルバリアントが新たに使えるようになっています。URP、HDRP 共通の新機能としては、フルスクリーンマテリアルがあります。フルスクリーンエフェクトをシェーダーグラフで制作するための機能ですね。URP の新機能としては、LOD クロスフェーディングなどがありました。LOD モデルを滑らかに保管するための機能です。HDRP の新機能としては、ボリュメトリックマテリアルなどがありましたね。煙や霧などの表現をシェーダーグラフで制作するための機能でした。また、VFX グラフにおける 6-way ライティングの対応もありました。特殊なノーマルマップを用意することで立体感のある煙表現を可能にする機能でした。もちろんグラフィックス以外の新機能もあります。エディター上でスプラインの編集ができるようになったのは嬉しい追加でした。単に曲線を描くだけでなく、オブジェクトの配置などにも使える強力な新機能です。フィジックスの更新もありました。大きな新機能はありませんが、細かいところでいろいろな改善が行われています。こちらの動画で解説していますね。他にも公式ブログ記事の方で新機能をいろいろ紹介しています。興味のある方はチェックしてみてください。さて、このようにいろんな新機能のある 2022LTS ですが、既存のプロジェクトをアップグレードする際にはいくつか注意点があります。マニュアルのアップグレードガイドのページにこれらの注意点がまとめられています。細かい点が多いので、ここでは全部紹介しませんが、実際にアップグレード作業を行う際には一度目を通してみてください。影響の大きそうな点だけピックアップしてみると、例えばライトマップ UV の変更があります。モデルのインポート時にライトマップ UV を生成している場合は、これが変化する可能性があります。ライトマップが壊れてしまう可能性があるということですね。もしライトマップが壊れた場合は、ベイクし直す必要があります。また、エンライテンを使ったライトマップのベイクはデプリケートとなりました。プログレッシブライトマッパーへの移行が自動的に行われます。どうしてもエンライテンを使いたい場合は、プロジェクトセッティングスから復活させることもできます。でも、この方法が使えるのは 2022LTS までです。2023からは完全に使えなくなっているので注意してください。あとは Android におけるグレイドルテンプレートの変更なども関係する方は多いかもしれませんね。
カスタムテンプレートを使っている場合は更新が必要になると思います。このようなアップグレードガイドは URP や HDRP にもそれぞれ用意されています。ほとんどの場合はそのままアップグレードできると思いますが、カスタムスクリプトやカスタムシェーダーを書いている場合は注意が必要かもしれません。そのような場合はこれらのページを参考にしてください。こんな感じで今回は Unity 2022 LTS について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。Unity の新機能についてはこのチャンネルで随時紹介していますが、LTS をメインに使っている場合はなかなか試すことができなかったかもしれませんね。ぜひこの LTS で新機能に触れてみてください。また TechStream を使っていても ECS は試したことがないという方が多いんじゃないでしょうか。ECS は技術的に面白いトピックなので、またの機会にじっくりと触れてみたいですね。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。